皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally のふみです。今日はこの川沿いを歩きながら日本語の吐くモーラについて勉強しましょう。今日の動画はかなり勉強になると思いますよ。この川は相川と言います。相川にはホタルがいます。皆さんはホタルを見たことがありますか？夜に光る虫です。きれいな水があるところに住んでいます。でもこの相川、そんなにきれいには見えないですよね。実際、どんどん汚れてきているので、ホタルの数が減ってきています。それでこの川沿いにホタルを守ろうという標語がいくつも書いてあります。標語というのは意見などをリズムのいい短い言葉にしたものです。それを見てリズムがいいとはどういうことかを勉強しましょう。あ、カモが飛んでいきました。ここは水がよく見えますね。どうですか？やっぱりそんなにすごくきれいな感じはないですね。ここは木漏れ日がきれいですね。鳥の群れが飛んでいます。川の横に公園があります。あそこはゴミ捨て場ですね。今日は土曜日なのでプラスチックゴミの日です。あちらから来る人はゴミを捨てに来ていますね。はい、では一つ目の標語です。見てください。環境と人を育てるホタルの日。これはリズムがいいです。それぞれの行の文字を数えてみてください。環境と5、人を育てる7、ホタルの日5。文字の一つ一つは長さが同じで一拍 one more の長さがあります。きょは文字が2つありますが一拍です。んも一拍です。環境のうは伸ばす音でおと読みますが、これも一拍です。つまり、きょもんも伸ばす音も、その他のひらがなと音の長さは同じです。これは5拍、7拍、5拍になっています。これを五七五と言います。五七五といえば俳句です。俳句って皆さん知っていますよね。日本の詩の一つです。五七五は日本人にとって気持ちがいいリズムです。ホタルの日の日は明かりとも読めます。でも明かりと読んだら五七五じゃなくなってしまうので、日と読むのが気持ちがいいです。はい、次の標語です。拍を数えてみましょう。
相川に5泊。ホタルがたくさん8泊。光っている6泊。小さいつも1泊です。発音するときは小さいつも1泊分の長さで発音します。光っての小さいつは音がしません。でもちゃんと1泊分の時間を使ってください。光って、光って。でもこの標語は五七五じゃないので、ちょっとリズムが良くないです。これ簡単に五七五にできます。どうしたらいいかわかりますか？10秒間考えてみてください。ホタルがたくさんはがを取ってホタルたくさんにします。がとかは省略できます。これで7ですね。光っているは光ってるにします。話し言葉では何々しているは何々してるとなりますが、いは省略できます。相川にホタルたくさん光ってる。はい、これで五七五になりました。この吐く、モラについて私の動画コースでは英語で勉強することができます。この吐くの感覚がわかると日本語らしいリズムで話すことができます。speakjapanesenaturally.com と検索してください。概要欄にリンクを貼っておきます。では次の標語の吐くを数えてみましょう。作ろうよ5、ホタルの住みよい7、相川を5。これは五七五になっていますね。なのでリズムがよく感じます。これは自然な語順だとホタルの住みよい相川を作ろうとなります。でも五七五にするために作ろうを頭に持ってきてよをつけています。よがつくことで相手に話しかけている感じがします。でもよだけ小さいカタカナになっていますね。こう書くと可愛く見せようとしている感じがします。でもこの書き方はちょっと古いです。しかもよはなんとなく男の人っぽいイメージがあるので、この標語はおじいさんが書いたのかなという印象を受けます。では最後です。吐くを数えてください。守ろうね5、ホタルの光7、いつまでも5。これも五七五でリズムがいいですね。守ろうねのねもカタカナになっていますね。ねはなんだか女の人っぽいイメージがあるので、今度のこの標語は書いた人はおばあさんかなという印象を受けます。これも自然な語順だといつまでもホタルの光守ろうねとなります。それでも五七五になっていますが、守ろうねが一番言いたいことなので先に持ってきているんだと思います。こうやって五七五で意見を言うのは楽しそうだと思いませんか？ただ、この標語は五七五とは限りません。五七五じゃなくても OK なんです。例えば、
注意1秒、怪我一生という有名な標語があります。これは注意と怪我、そして1秒と一生を対比させています。すごくわかりやすくていい標語ですよね。日本の道には標語がいろんな場所に書いてあります。なのでそういうのを見たら何を言いたいのかを理解して、また拍がどうなっているのか考えてみてください。いい標語を見つけたらコメント欄でみんなにシェアしてください。皆さんのコメント全部読んでます。ありがとうございます。今日紹介したいコメントはこれです。Japanese is already one of the most difficult language and pitch accent is also there. I hate pitch accent, honestly, just overcomplicating an already difficult language. I understand how you feel, but let me reframe this statement. English is already one of the most difficult language and stress accent is also there. I hate stress accent, honestly, just overcomplicating an already difficult language. For us Japanese, the concept of stress is new and hard to acquire because we don't stress syllables in Japanese. But to sound natural, we learn to stress certain syllables. Imagine a person stressing all the wrong syllables in words. Wouldn't it be a little hard to understand? Pitch accent is a part that makes the Japanese language what it is. It's not there to complicate the language.It's not there to make you feel overwhelmed. But if you feel that way, it's because you don't know it well. Just learn about it, face it, embrace it, and it'll come to you. Your Japanese would be seen as authentic. If you don't know where to start, visit speakjapanesenaturally.com. The link is in the description. はい、では今日の動画はここまでです。高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。